こんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。たけるです。みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、今日はですね、日本の生活にもう本当に欠かせない電車について、深く話していきたいなと思ってます。電車ですね。乗り方からちょっとユニークなマナーまで。そうそう。これを聞けば皆さんも電車マスターになれるかも、なんて。特に駅で見る面白いマナー啓発ポスターの話、これは必見ですよ。あれですね。ええ。なぜあんなデザインが生まれたのか、その背景にも迫っていけたらなと。おー、それは面白そう。最後までぜひお聞き逃さなく。はい。さて、じゃあまずは本当に基本的な電車の乗り方から見ていきましょうか。はい。まずは切符ですよね。駅にある券売機で買います。うんうん。行き先までの金額は券売機の上にある大きな路線図で確認できますね。ちょっと複雑ですけど、まあ慣れないとちょっと見にくいかもですね。でももっと便利なのがやっぱり IC カード。スイカとかパスモとかですね。そうですそうです。地域によっていろいろありますけど、券売機で発行できて、うんうん。でチャージしておけば改札でピッてタッチするだけ。本当に楽ですよね。コンビニとかでも使えちゃいますし。そうなんですよ。記名式と無記名式があって、記名式だともし複しても再発行できるっていうのが安心かなと。それは大事ですね。チャージも券売機で簡単にできますし。あと最近はスマートフォンにIC カードを登録して使うっていう方法もありますよね。ありますね。クレジットカードがあればもう現金なしでチャージもできますし。どんどん便利になりますね。で、改札を通ったら次はホームですね。天井近くの行き先案内とか、ホームにある行き先案内板を見て。うんうん。それで乗り場と行き先、発車時間を確認すると。そうです。もし迷ったら、もう駅員さんに聞くのが一番早いですね。親切に教えてくれますよ。確かに。さて、じゃあホームに着きましたと、ここでも気をつけることがありますよね。はい。まず、ホームでは黄色い線の内側で待つこと。これはもう安全第一です。絶対ですね。それから整列乗車。足元にマークがあったりしますよね。あれに合わせて列を作って待つんです。ありますね。割り込みは、当然ですけど、絶対ダメですね。ダメですね。で、電車が来たら、まず降りる人が優先。これ大事ですよね。全員が降りてから落ち着いて乗り込みましょドアが閉まりかけてるのに、無理やり乗り込む駆け込み乗車。あれは本当に危ないですし。う。危ないです。それに遅延の原因にもなっちゃいますからね。やめましょう。あともし万が一、物を線路に落としちゃったら。それは自分で降りずに絶対に駅員さんを呼んでください。危ないですから。なるほど。では、無事に電車に乗れました。車内でのマナー、これも依頼ありますね。そうですね。まず携帯電話。これはマナーモードに設定しましょう。基本ですね。車内での通話は基本的に NG です。デッキとかなら大丈夫な場合もありますけど。あとヘッドホンからの音漏れとか大きな声での会話もやっぱり周りの迷惑になりますからね。注意が必要ですね。それから飲食。ガムとか飴くらいなら大丈夫かなとは思いますけど、匂いの強いものとかこぼれやすいものは避けた方がいいですね。新幹線みたいな長距離列車はまた別ですけど。周りへの配慮は常にということですね。そういうことです。あと、混んでる時のリュック。あれは。前に抱えるか足元に置くのが思いやりかなと。荷物棚も活用したいですね。座席も詰めて座って荷物で隣の席を占領しないように。大事ですね。特に優先席の近くではお年寄りとか妊婦さん、体の不自由な方に席を譲る、そういう心遣いが大切ですよね。本当にそうですね。譲り合いの精神というか。あと一部の電車には女性専用車両もありますね。ありますね。時間帯とかを確認して対象者以外は乗らないようにしないとですね。はい、注意が必要です。いやー、こうしてみると結構ルールというかマナーが多いですね。そうですね。で、こういう日本のちょっと独特なマナーを伝えるために鉄道会社もいろいろな工夫をしてるんですよね。それが面白いポスターの話につながるわけですね。そうなんです。特に外国人観光客の方にも分かりやすいように視覚的なデザインが増えてる気がします。西武鉄道も浮世絵風のポスター、電車内迷惑図絵でしたっけ？あれ、海外でも話題になったみたいですね。歌舞伎役者とかが迷惑行為をしてるイラストで。ユーモラスでも分かりやすい。あと、東映地下鉄の
世界マナー美術館シリーズも面白いですよ。あ、聞いたことあります。ムンクの叫びが駆け込み乗車でドアに挟まれちゃったりとか、なるほど。フェルメールの真珠の耳飾りの少女がちゃんとリュックを前に抱えてたり、美術作品のパロディですね。へえ、それは面白い。東京メトロもなんか洗練されたデザインが多いイメージがあります。そうですね。漢字一文字でマナーを表現するいい漢字シリーズとか、あったあった。あと外国人視点で日本のマナーを描くグッドマナーズグッド東京シリーズとか、おしゃれですよね。こういうポスターってただ注意するだけじゃなくて、なんかこう利用者に興味を持ってもらって、そうそう。楽しみながらマナーを意識してもらうっていう工夫なんですね。なるほどな。単なるルールじゃなくて文化的な側面もあるんですね。そう思います。というわけで今日は日本の電車の乗り方とそのマナーについて見てきました。まあ覚えることは少し多いかもしれませんけど。でもみんなが気持ちよく利用するためのルールですからね。そうですね。ここで今日出てきた日本の表現をいくつか復習しましょうか。日本語を勉強中の皆さん向けに。いいですね。まずは黄色い線の内側。黄色い線の内側。これはホームで待つ時の安全な場所ですね。英語だと Please wait inside the yellow line でしょうか。次に優先席。優先席。お年寄りや体の不自由な方などのための席、プライオリティシートですね。それから駆け込み乗車。駆け込み乗車。電車のドアが閉まる直前にこう急いで乗り込むこと。Rushing onto a train just before the doors close。危ないのでやめましょう。最後はマナーモード。マナーモード。携帯電話の着信音とか操作音を消す設定ですね。サイレントモードとかマナーモードと言いますね。これらの言葉やマナーを覚えておくと、日本の電車移動がもっとスムースで快適になると思いますよ。今日の話があなたの日本の体験に少しでも役立つと嬉しいです。ジャパニーズアベニューでは、これからも日本の文化とか生活に役立つ情報をお届けしていきます。もし気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、それから通知設定もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。Welcome to Japanese House.